例えばその具体例として恋人の容姿を変えたいって思うのの一例が、例えばタトゥーを入れたいってこう恋人が言ってきたら、それをやめてほしいっていうみたいなことだと思うんですけど、なんかやめてほしいって思うのはなんかどうしてタトゥーを入れたいのかとか、そういう相手の考え方を考えてないからダメってなんか否定してるっていう感じがしていて、それは理解する気がないからじゃないのって思います。でもそれは別に個性を否定してるわけじゃなくて、考え方が理解できないから、考え方とかそのする理由が理解できないからダメって言ってるだけで、別に相手の個性を否定してるわけではない。個性を理解した上で、それでむしろ変えてほしいって思うぐらいのことであれば、その分その人の多分個性を見て相手に伝えると思うんで、例えばタトゥー入ってますっていう彼女がいたとして、それ変えてって思うのはなんで入れたんだろうなとか、多分いろいろ考えた上で変えてほしいっていうのは割と言う傾向にあるかなって思うし、割と、だから確かにちょっとそのパートナーのなんか自由を束縛してるっていう面は少なからずあるかなとは思うけど、でもあんまり個性は怪我してはないんじゃないかなっていう思う。例えばじゃあその人がその恋人が気の迷いでタトゥーを入れ出したっていう状況があったとして、いやそれあなたらしくないでしょっていうのはある意味個性を理解、個性をしているのか、だからこっちか、あれ どうなのか、そうこっちだね、そう合ってるよね。そうだから、理解してないとその指摘もしないと思う。興味がない。タトゥーを入れたい、俺はタトゥーを入れるべき人間だと思って、その彼氏がタトゥーを入れ出しても、いや私はタトゥーが入ってる彼氏は多分好みではないっていうのはこっちになると思う。でもそれは相手の個性というか、むしろ自分の個性を出してるだけであって、相手の個性は多分、潰れないんじゃないかな。なかなか彼氏の指摘で多分彼女の個性がこう潰れて変わるみたいなことはそんなに、でも理解できていないことにはなるんじゃないですか。そうね、理解はできてないけど、だからそれで彼女が何かしら影響を受けて、彼氏に影響を受けて個性が変わるっていうのはあるかもしれない。よくある話だと、その彼氏がショートカット好みで、そいつと付き合った瞬間、女の子の方が髪長かったのに急に短くなったみたいな、そういうのってよく聞く話で、それって個性を否定してるのかっていう、すごい俺はまだ答えが出てないんだけど、その長い髪の毛のその女の子っていうのがその子の個性だったのかどうか。でもそれが分かんないよ。たまたま長く、例えば切ってなくてただ長かっただけかもしれないし、だから長い髪を個性だってその子が捉えてるのに、俺はショートが好きだからショートにしろ、じゃなきゃ別れるぞみたいな、そういうことを言っていやいや短くさせたんだったら、それは縛ってる、その容姿理解できてないと思うけど、あんまり気にせず、私もショートにしてもいいかなぐらいの感じだったら別に理解できてるとかできないとかじゃないのかなって。リアルに多分すごい付き合ってる人たちって相手、例えば彼氏が私の生きがいですみたいな人も割といるわけで、むしろ結婚してる人とかなおさらで、それが個性っていう人もいるから、彼氏に言われたから変えるとか、彼氏に髪型をもっとショートの方がいいんじゃないって言われたからショートにしたっていうのが私の個性ですっていう人もいるから、むしろそういう意味では逆なんじゃないかな。でも例えば今外見の話してたけど、その内面で俺がちょっと気にしてたのが、例えばすごいそいつが差別主義者だ、それは個性と言えるのか特性っていう風に言うべきなのかわからないけど、例えばじゃあその人がすごい民族差別をする人で、日本人以外はもう見
いう人がいたとして、でそういう人は多分一緒に付き合ってて、まあ、俺は多分嫌なんだよね。例えば自分の彼女がそういうふうに思ってたら、それを変えてほしいな、直してほしいなって思うけど、もしそれを個性だとするのであれば、理解できない上で変えてほしいって思うってことだと思うから、そうなると俺はこっちに行くのかなって思うんだけど、でもちょっと難しいよね。ケースバイケースだね。理解をしようっていう努力が見られるならなんかいいなって思った、なんか理解ができてるできてないはその人のその思考とか精神の成熟さとかによると思うけど、例えばなんかもう頭ごなしにダメって言うんだったら、それは理解しようっていう努力が見られないから、なんかできるできないにしようとしてるならいいなっていうふうに今思いました。でもなんか理解できてそう思う理由は分かるけど、私は違うと思うっていうこともたくさんあると思う。これはなんか親って血つながってるじゃないですか。でなんか親って選べないじゃないですか。親も子供は選べないし、でも恋人とか友達って自分で選ぶことができるから、さっき差別の話をしてたけど、例えばじゃあ差別をする、好きだけどこの人差別するんだって言われたらもう絶対一緒にいたくないみたいな風になっちゃうけど、もし自分がずっともうちっちゃい時からずっと仲いい親友孫みたいな人が大人になった時に差別する人だって気づいた時に、その人のこと簡単に切り捨てられないじゃないですか。ずっと一緒にいたから、じゃあ直すよみたいな、じゃあ直そう、なんて言うんだろうな、じゃあ好きだから直してほしいっていうのはなんか私理解してない、なるのかなみたいな、ちょっと思う。その人を理解した上で直してほしいっていうこと、でもそれがその人のエゴになっちゃうのかどうかっていうこと、理解すると尊重するのもなくてもいいかもしれないです。ちょっと場所移動いいですか？うんちょっと真ん中ら辺。まあ確かに難しいね。実際だからこういう彼氏とかって大体の人とかあんまりだから個性とかじゃなくて、なんか俺がこうしてほしいとか俺がああしてほしいからやってくれないみたいな、多分お願いみたいな、なんかあわよくばやってくれないみたいなお願いが多いと思う。だからそういうのは全然個性を尊重する気もないし尊重されてもないから、確かになっていうのはだってね、例えば俺と結婚したら俺を支えろみたいな、なんかそう家で家事をやるみたいな、そういうのは明らかに尊重してないし、理解もなんかしないんじゃないかって思う。自分の欲望をぶつけてるだけっていう彼氏多分多いと思うけど、それは尊重する気がさらさらないから違うかなっていうのは確かでも理解が個性を理解してないわけだから、一つ押し付けることが別に個性を理解してて、この子はこういう子でこういう個性だって、分かって理解していても、でも自分のエゴで押し付けることはできるし、尊重しないことはできる、理解してても。ただそれは相手から見て受け手側の問題でもあると思うから、彼女が一方的に言われて、ちょっとなんかあんまり私のことを考えられてないなって思われたら、それは個性を多分大事にしてないと捉えられることだと思うから。っていうかそもそも相手の個性を理解することってできる？さっきそれで結構悩んでて、あんまそれどっちなんだろうな、なんか特徴とか個性とか言って、それ理解するもしないもなんかよくわかんないなって思ってちょっと待って、それもあってで、そういう恋人っていう前提があるとしたら、多分それもあんま、自分の意見だけど、やっぱそこはあんま個性とかもないかなって、なんとなく認識することはできると思うけど、完全に理解するっていうのはなかなか難しい。なんか理解はできるけど尊重はできないの具体例が私あるんですけど、だからなんか浮気症なんですけど、その理解できる理由としてはなんかこう、生物だからなんか子孫を繁栄しなきゃいけないから浮気するっていうなんか生物的な本能的なのは
理解できる。だけど私が傷つくから浮気しようっていう個性は尊重できないっていうのが私の中であるんですけど、なんかそれでちょっと具体例があったんですよ。どう思いますか？理解と尊重違うから、理解するだけだったらできるかもしれないけど、尊重するとか思いやるとかはまた別なんし。そうで、変えたいって思うのは理解できてないことなんじゃないかなって、日本語的に。うん。それを尊重するかどうか。まあでもでも今のだと、変えたいって思えるわけじゃないですか。尊重理解できるけど尊重できない。だから変えてほしい。あ、ほんまや。だからそしたらこっち側じゃない。どうしよう。みんなそう差別主義者みたいな、そこまでの極論で言っちゃえば理解もできない、尊重もできないみたいな感じかもしれない。確かに今の浮気症とか結構多そうで、他にもね、理解できるけど尊重はでき差別ってなんか個性って私は言いたくない。ない。そう、俺も言いたくないから、ちょっといい例だからそう、うんすげえ難しい。